この画面を見るのはだいぶ久々な気がするのだ。前回と前々回はヨット用語とルールを学んでいたし、そこからしばらく休んじゃったもんな。確か次にやろうとしていたのはこのゲームの使い方をもっと知ること。大きなボタンの右3つは暗くなってて遊べなそうだし、緑色の課題は遊んだことがあるのだ。一番左のカスタムレースと書かれた黄色いボタンは押したことがないな。よっしゃ、やることは決まったのだ。カスタムレースという名前の通り、レースが行われているみたいだね。表示から察するに、右側のはすでに始まっているレースで、左側のはこれから始まるレースなんだろう。まずはレースをいくつか覗いてみよう。ちょうど始まったばかりのようなのだ。緑レースよりも船の数が少ないね。この4人は友達同士なのかな。他のレースも見てみよう。そういえば鍵マークのついてるやつとついてないやつがあるのだ。それについては後で調べよう。このレースはいろんな国の人が集まっているね。鍵マークがついてないことと関係があるかもしれないな。船の種類がさっきと違うのだ。僕の記憶が正しければ場所もさっきと違うのだ。うすうす分かっていたけど、レースを自由にカスタマイズできるみたいだね。今度は左側のまだ始まってないレースに参加してみる。このままだとアシスタントなしってことなのかな。まあ今回はいいや。なんだこの船。見慣れない形だしめちゃくちゃ速い。それにコースの雰囲気も今まで見てきたものと全然違うぞ。僕にはまだ難しそうだから抜けるのだ。下の緑のボタンが気になる。なるほど、鍵マークのついたレースにはきっとここに決められたコードを入力すると参加できるのだ。鍵マークのついた左側のレースをクリックしてからでもコードの入力画面が出せるらしい。観戦方法と参加方法はだいたい分かったから、次はレースの作り方を学びたいのだ。右上にある横長のボタンからレースを作れそうだけど、誰でも作れるのかな。種族名は多分母訳で、正しくはレース名だろうね。モードが2つ用意されてるのか。フリートレーシングはこのゲームで今まで見てきた一般的なレース形式のことだろう。最大プレイヤー数はそこそこ自由度がありそう。レースの数は1のままにしておこう。コードを設定したいときはここに入力すればいいんだね。今回はコードなしで行くのだ。このページでレースの設定を一気に決めていくんだね。まずはヨットの種類。たくさんあるけどどれにしようかな。よし、これにしよう。場所もなんだかたくさんあるな。知らない地名だらけなのだ。有名なところといえばやっぱりニューヨークだよね。コースもいろいろあるんだね。今回はレースをすることがメインじゃないから、短そうなアップウ
ウィンド S にするのだ。風速はどうしよう。18よりも大きな数字を選べるみたいだけど、よくわからないからそのままでもいいかな。メダルレースもよくわからないからそのままにしておこう。新風にチェックを入れると15になるのだ。15だと弱そうな気がするからチェックは外そう。設定はこれで完了。今回はアシスタントを全部つけちゃうぜ。レースを作ったはいいけど、参加してくれる人はいるのかな。景色でも眺めて気長に待つのだ。自由の女神がちゃんとあるぞ。ドイツのプレイヤーが来てくれたのだ。あと何人か来てくれないかな。来る気配がないから始めちゃえ。この船、スピードが結構出そうだね。うまく操作できるか心配なのだ。良いレースを。何、この場所はアウトなのか。スタートラインの延長線より風上側にいてはいけないってことなのか。ペナルティーが解消されたぜとか言ってるうちにぶつかっちゃう。おや、相手がスタボで僕がポートだったのに、ペナルティーを受けたのは相手なのだ。相手艇のそばに赤色で16と表示されていたな。これはもしかしてヨットレースルールの16条によって相手がペナルティーを受けたという意味なのかも。16条ってなんだっけ。そうだ、確か航路検定のコース変更を制限する条項だったのだ。さっきのは航路検定の相手がコース変更をしながらぶつかってきたってことか。ブツブツ独り言を言っている間にもうすぐスタートだ。もっとスタートラインに近づいた方がいいのかな。リコールしちゃいそうだからちょっと減速しよう。まあまあいいスタートができたっぽいぞ。さてどこでタックしよう。そういえばこの前ヨット用語を学んだ時、海面の色が濃いところは風が強いと書いてあった気がするのだ。海面を見てみると右側よりも左側の方が濃い感じがするぜ。ということはタックせずにこのまましばらく走ってればいいかもしれないな。この場面だとレイラインは越えない方が多分いいよね。なんだか風が弱くなってきた気もするし、タックだ、タックしよう。スタートの時より差が広がっているのだ。あらら、レイラインが動いたからオーバーしちゃった。あんまり良くないかも。でも今度はレイラインが反対方向に動き出したぞ。なんだかんだちょうど良かったっぽいのだ。ここら辺は海面の色が薄くて風も弱いね。さあ次はスピネーカーを上げてランニング。相変わらず左側の方が風が強そうだからスターボードでしばらく走ろうかな。よしよし、スピード感があるぞ。レイラインまで行ったらジャイブしよう。後ろを見てる間にもうレイラインだ。ジャイブ。逃げ切れるかな。相手のブランケがかかって嫌なのだ。なんとかして逃れたいな。結構登ってるけどブランケから逃げられなくて辛いぜ。そうか、相手も登ってきてるのか。でもどうにか逃げ切れそうだね。下マークはどっちを回ろう。よくわからないけど左のマークを回ろう。船が速くて大回りになっちゃったけど大きなトラブルが起こらなくてよかったのだ。そうだ、左側の方が風が強いんだった。タック
しなくちゃ。相手の方が僕より色の濃いところにいるぞ。もしかして抜かれちゃうかな。画面左の順位表によると逆転されちゃったみたいだ。悲しい。僕は悲しいよ。順位はひっくり返っちゃったけど差を広げられてはいないみたい。きっとまだ逆転のチャンスはあるはず。おっと、これはどうしよう。こっちがスタボだけどぶつかるのは怖いから手前でタック。よっしゃ、なんとか相手の前に出られたのだ。僕のブランケをお見舞いするぜ。相手との距離がみるみる広がっていくぞ。ブランケってこんなに効果があるのか。マークをきれいに回って逃げ切りたいな。かなりマークに接近しちゃってヒヤヒヤした。でもこのくらい小回りするのは普通なのかな。気を抜かずにオフセットマークを回ろう。今回はすぐジャイブしてみる。いつの間にかだいぶリードしたのだ。もしかしたら反対側の方が風が吹いてるのかもしれないけど、色の違いがそこまではっきりしてないからこのまま走ろう。お見事。だってまだレースは終わってないよ。ひょっとして僕を油断させようとしてるのか。その手には乗らないぞ。今回も2本のレイラインの間でジャイブしよう。相手のブランケが一瞬だけかかったみたいだけど、今は全く減速してなさそうだね。何もせずにフィニッシュラインに向かおう。対戦相手が一定だけとはいえ1位になれて嬉しいのだ。最高スピードは相手の方が出てたんだな。スタートの合図から1秒以内にスタートできたのは良かったけど、あれ以上にもっとギリギリを攻めれるのか。今更だけどこのゲームめちゃくちゃ奥が深いのでは。すっかりレースに熱中しちゃったけど、今回はカスタムレースの使い方を大体知ることができて満足なのだ。これでこのゲームについてあらかた把握できたってことでいいのかな。でもこの画面にまだ押してないボタンがいくつかあるし、次回は気になるものだけ確認することにしよう。その前にちょっとだけ休憩するのだ。ゲームのやりすぎには注意しないとだからね。